はい、皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日もこのチャンネルに遊びに来てくれて本当にありがとうございます。今日は2026年2月6日金曜日です。2月に入って冬の寒さもいよいよ本番という感じですね。皆さんも温かい飲み物を用意してリラックスして聞いてください。さて、今日のテーマは日本の冬の楽しみ方についてです。2026年も始まって1ヶ月が過ぎ、少しずつ新しい年のリズムに慣れてきた頃でしょうか。冬は寒くて外に出るのが億劫になりがちですが、実は日本にはこの季節にしか味わえない宝物のような楽しみがたくさんあります。今日は日本の冬を100%楽しむためにたっぷりとお話ししていきますね。まずは日本の冬のフィールド環境、つまり気候についてお話しします。日本は南北に長いので、地域によって冬の景色が全く違います。北海道や東北地方は皆さんもイメージするように雪が多く、街全体が真っ白な氷のステージのようになります。一方で私が育った千葉県のような関東地方や広島県の沿岸部などは冬になると空気が乾燥して木々の葉が落ち景色が少し茶色っぽく見えることが多いです。でも広島の山間部のように同じ県内でも場所によっては雪がふこ雪が深く積もる地域もあるんですよ。私の出身地である千葉は三方海に囲まれた半島なので、比較的温暖だと言われていますが、それでも2月の朝はキーンと冷え込みます。景色が茶色いとなんだか寂しいなと思うかもしれませんが、心配しないでください。日本の冬にはその色の少なさを補ってあまりある暖かくてキラキラしたイベントが用意されてるんです。日本の冬の最大の楽しみといえば、やはりお正月です。日本ではお正月とお盆が社会人にとっても大きな長期休みになります。多くの人が実家に帰り、家族と過ごす大切な時間です。お正月にはおせち料理という特別な料理やお餅を用意して食べます。一年の健康を願って家族でああだこうだ言いながらお重を囲む時間は何にも代え難い幸せです。そして三が日、1月1日から3日までのことです。三が日を過ぎても残ったおせち料理を少しずつ食べながら家でゆったりと過ごすこの何もしない贅沢こそが日本のお正月の醍醐味なんです。さて、家の中で過ごすときに欠かせない最強の装備品がこたつです。こたつを知らない方に説明すると、低いテーブルの下に布団とヒーターがついている家具のことです。一度足を滑り込ませると、あまりの暖かさと心地よさに二度と出られなくなってしまいます。私はこれを冬のトラップと呼んでいます。このこたつに入りながら、カゴに盛られたみかんを食べる。これが日本の冬の最も典型的で幸せな光景です。実は私の麦もこたつが大好きで、ヒーターの暖かい風が出る場所を陣取って寝てるんですよ。暖かいこたつ、冷たくて甘いみかん、そして膝の上の猫。これさえあれば、どんなに外が寒くても、私の心は常にあったかくいられます。家の中の楽しみもいいですが、冬の夜の街も実はとても華やかです。12月から2月にかけて、日本でイルミネーションのイベントが開かれます。大阪や神戸、そして東京の表参道、そして長崎のハウステンポスなど、光の魔法にかけられたような景色が人気です。
寒い夜に恋人や家族とキラキラした光の街を歩く、冷たい空気の中で飲むホットコーヒーやココアはいつもより格別に美味しく感じられます。ちなみに、私の出身地千葉県にも東京ディズニーリゾートという最高のイルミネーションスポットがあります。名前は東京ですが、場所は千葉県にあるんですよ。これは千葉県の人がよく自慢するポイントなんです。他にも寒い季節に最も人気があるアクティビティといえば、やはり温泉です。特に雪が降る中で入る露天風呂は、日本人にとって究極の癒し体験です。熱いお湯に浸かりながら目の前の雪景色や冷たい夜風を感じる。この熱いと冷たいの絶妙なバランスが心と体を深くリラックスさせてくれます。アクティブに動きたい人にはスキーやスノーボードといったウィンタースポーツがおすすめです。日本には雪山が多く、冬になるとたくさんの人がゲレンデに向かいます。私も学生時代、学校の旅行や友達との旅行でスキーを体験したことがあります。当時は何度も転んで大変でしたが、今思い返すとそれも楽しい思い出です。語学の学習と同じで、スポーツも最初はうまくいかなくて当たり前です。今は気心の知れた楽しい友達と一緒にまた雪山へ遊びに行きたいなと思っています。はい、ということで、今回は日本の冬の楽しみ方というテーマでたっぷりお話ししました。冬は寒くて厳しい季節ですが、それ以上に心を温めてくれる楽しみがたくさん詰まっています。皆さんが日本を訪れた際、あるいは今日本に住んでいるなら、ぜひ自分らしい冬の楽しみ方を見つけてみてくださいね。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。